老僧空中哲学チャンネルへようこそ。今日は反抗哲学工程というちょっと聞き慣れない研究アプローチについて探っていきます。これがですね、現代の AI 時代に立ち向かうためのいわば秘宝のようなものになるかもしれないと。AI を使いこなし、自己を発展させ、さらには非凡な境地に至るための道筋を皆さんと一緒に探っていけたらなと思います。いやー、これは面白いテーマを持ってきましたね。今日の分析の元になるのが、エイソー思想とカント哲学の相互解釈による反抗哲学工程の初端という論文なんですけど、はい。まずこの組み合わせがすごいですよね。北宋時代の儒学者、定法と近代ドイツ哲学の父、カント。ええ。まあ、普通に考えたら、水と油どころじゃね、時空を超えすぎてて、接点なんてどこにあるんだって話ですからね。ですよね。800年の時と、ユーラシア大陸を隔てた2人ですから、この2人が実は同じ山の頂上を目指していたかもしれないなんて言われたら、普通はいやいやまさかって思いますよね。今日はですね、その2人を結ぶ隠された道筋を探るいわば哲学の探検です。いいですね、探検。そしてこの探検で手に入れる反抗哲学工程というコンパスが AI が生成する情報の海を航海する上で一体どう役立つのか、そこまで踏み込んでいきましょう。さて、じゃあまずはこの反抗哲学工程という言葉、正直初めて聞きました。なんか物々しい名前ですけど、これ一体どういう考え方なんですか？論文で使われている例が非常にわかりやすいと思うんです。それがコンピューターのリバースエンジニアリング。なるほど。完成したソフトウェアを分解してどういう設計図、つまりソースコードで書かれているのかを解析する、あの技術ですね。まさに、それを哲学に応用するっていうわけです。ほうほう。カントとかホドーウェが書き残したテキスト、これを完成品ともなしてそれを分解していく。そしてその思想が生まれた本来の状況とか、彼らが本当につかもうとしていた真理、論文では諸教真理なんて呼んでますけど、諸教心理。そこまで遡って理解しようじゃないかという試みなんですね。ちょっと待ってください。それってそもそもどうして必要なんですか？普通にテキストを読んでカントはこう言っているんだなって理解するだけじゃダメなんでしょうか？なんかプラトンとかニーチェの思想をバグだらけのソフトウェアみたいに扱ってるみたいでちょっと面白いですけど。あははは、面白い視点ですね。でもあながち間違いじゃないかもしれないんですよ。そうなんですか？論文が指摘しているのは、偉大な哲学者でさえ時に矛盾の製造者になってしまうっていう、皮肉な現実なんです。矛盾の製造者。哲学って本来人生とか世界の矛盾を解決するために生まれるはずじゃないですか。はい、そうですね。なのに、新しい哲学が生まれることで、また新たな対立とか学派の間の論争が生まれてしまう。それぞれの哲学が独自の専門用語っていう壁の内側で自己完結しちゃって、かえって世界を分断してしまうことがあると。なるほど。じゃあこの反抗哲学工程の目的っていうのはどの哲学が一番正しいかを決めることじゃないっていうことですね。まさにその通りです。白黒つけるためのものじゃない。むしろその逆です。逆。このアプローチの根っこにはハイデガーとかガダマーの解釈学があって、大事なのは客観的な正解を見つけることよりも、むしろ解釈者であるあなたがテキストと対話することなんです。対話ですか？その対話を通してより広く、より高い視点に立つこと。論文では詞域融合っていう言葉が使われてますけど。うわぁ、また難しい言葉が。詞域融合。要するにいきなりジャッジするんじゃなくて、まず相手の視点に立ってみて、世界がどう見えてるのかを理解しようとすることくらいに考えていいですか？素晴らしい。まさにそういうことです。だからこのアプローチの基本姿勢は、全てを肯定することから始まるんですよ。すべてを肯定する？もちろん、何でもかんでも無批判に受け入れるってわけじゃありません。この哲学は正しい、あれは間違ってるって断罪する前に、なぜその思想がその時代、その場所で、その人にとって真理として現れたのか、それをまず深く理解しようとする態度、それが全ての出発点になるんです。OK、使う道具のことは分かりました。反抗哲学工程という、先入観を外して思想の原理を探るためのツールですね。では、いよいよ本題です。なぜそのツールの最初の適用例が800年も離れた中国のホテイとドイツのカントなんですか？これは本当に不思議な組み合わせですよ。時代背景が全く違うからこそ面白い発見があるんですね。
布袋が生きた北宋時代っていうのは、仏教とか老荘思想が、知の最先端だったわけです。はい。で、儒学はそれらの洗練された思想体系に対抗するためにもっと深い形状上学的なレベルで自分自身を再構築する必要に迫られていたんです。一方で、カントの時代は近代科学の黎明期ですよね。ニュートンの物理学が世界を説明する新たな力として台頭して、で、神を中心とした伝統的なキリスト教の世界観がもう根底から揺さぶられていた。そうなんです。カントが直面したのは自然、つまり科学が解き明かす全てが原因と結果の法則で動く世界と、自由ですね。人間が道徳的な意志を持って行動するべきだっていう内なる要請。まさにその2つの世界に生じた巨大な断絶でした。なるほど。つまり状況は違えど、二人ともそれぞれの時代の大きな挑戦に直面していたと。心と世界の関係がもう当たり前じゃなくなった時代に、そのつながりを必死で再構築しようとしたいわばディフェンダーだったということですか。まさにその通りです。そしてこの論文は反抗哲学肯定というツールを使って2人の思想を相互に照らし合わせることで、驚くべきことに彼らが同じ地平を示していたと論じるんです。その共通の地平こそが道徳宗教と絶対的自由という2つのキーワードなんですよ。道徳宗教と絶対的自由。来ましたね、革新が。じゃあ、まず道徳宗教からいきましょうか。カントは理性の哲学者なのに宗教っていう言葉が出てくるのはちょっと意外です。ここはまず布袋から見ると分かりやすいですよ。彼の思想の核心は、忍者は混然として万物と一体なりっていう言葉に集約されます。一本論と呼ばれるものですね。天の理と人の道徳はもともと一つのもので分かれていないと。世界全体が一つの生命体のように道徳的な秩序で連なられているっていう壮大な世界観です。これはもう一種の宗教的感覚と言っていい。面白いのは全く違うアプローチでカントもここにたどり着くんです。どうやってですか？カントは神の存在とか魂が不滅であることなんて純粋な理論では証明不可能だとバッサリ断じました。しかしです。人間が道徳的に生きるためには善意行いが最終的に報われる世界でなければならない。だからそれを保証してくれる神の存在を私たちは自らの理性によって要請しなければならないと考えたんです。これを説順と呼びます。説順、つまり証明はできないけどそうでないと話が始まらないから前提として要請すると。それってなんだかルールみたいなものですかね。例えばサッカーをプレーするためにオフサイドっていうルールが宇宙の真理かなんて証明する必要はないけど、そのルールをあるものとして受け入れないとそもそも試合が成立しないみたいな。カントにとって道徳的に生きるっていうゲームを始めるための必須ルールが神や自由だったと。その例えは完璧です。まさにそれです。重要なのはホーカンもカントも教会の権威とか聖書といった外的なものではなくて、自分自身の内なる道徳心や理性を出発点にして世界との深いつながりを確立しようとした点なんです。なるほど。だからこそ論文は2人を道徳宗教という共通の地平に立つものとして解釈するわけです。なるほど。それは面白い。外付けの宗教じゃなくていわば内蔵型の宗教ですね。つながりが見えてきました。でももう一つの絶対的自由はさらにハードルが高い気がします。カントって人間の認識能力に限界があることを徹底的に論じた哲学者ですよね。そんな彼が絶対的な自由にたどり着けるんでしょうか？そこがこの相互解釈の最もスリリングな部分です。ご指摘の通り、カントは我々が認識できる現象の世界と認識不可能なもの自体の世界を厳密に分けました。一方でホーカンの思想はまさにそのもの自体の世界と一体になる境地そのものを語っているように聞こえます。万物静観すれば皆自得すなんて詩は有名ですよね。そうなんです。ここで論文が仕掛けるのは非常に大胆な読み解きです。カントはテキストの上では決して越えなかったもの自体との境界線を彼の哲学全体が究極的に目指していた信仰の条約として読み解くんです。ちょっと待ってください。それってつまりカントは僕たちを約束の地の目の前まで連れてきて、残念ながらこの川は渡れないんだと言って立ち止まったけど、ホーカンはとっくの昔に向こう岸でピクニックをしてたみたいな話ですか？
なぜカントは最後の最後でその一歩を踏み出せなかったんでしょそれがカントの知的な誠実さだったのかもしれません。しかし論文は、かの哲学の中に、その向こう岸へ渡るための道筋が隠されていると示唆するんです。そして、ホゴンが到達した境地、それは孔子の晩年に言った心の良くするところに従えども急を言えずという状態。う。ああ、心のままに振る舞っても自然と道理から外れることがないっていう。ええ、これこそ絶対的自由の一つの完成形と言えるでしょはは、見えてきました。2つのキーワードの関係が。道徳宗教がその境地に至るための日々のトレーニングとか実践方法だとすれば、絶対的自由はその先にある究極のゴールということですね。う。お見事です。そして論文はここで仏教の有為法と無為法という概念を借りてきて、この関係をさらに鮮やかに描き出します。また新しい言葉が。お願いします。わかりやすく。有為法と無為法。大丈夫、簡単です。有為法っていうのは原因とか条件があって生じた常に変化続けるすべての物事や方法のことです。私たちが学ぶ哲学、科学、芸術、日々の習慣、そのすべてが有為法です。で、無為法はその逆と、そうした原因とか条件を超えた生まれることも滅びることもない絶対的な真理そのものみたいな感じですか？その通りです。そしてこの論文の本当に画期的な視点は、カント哲学も、ホゴー思想も、古今東西のありとあらゆる知識体系をすべて有為法とみなす点にあるんです。ということは、それ自体が絶対的なゴールなのではなくて、そう。それらは無為法という対岸にある究極の真理を示唆示すための道具であり、川を渡るための筏に過ぎないと。そしてこの反抗哲学工程というアプローチ自体でさえもまた一つの有為法、つまり筏なのだと論じているんです。なるほど、そういうことか。もし僕が正しく理解しているなら、この論文が言っているのは、僕たちはこれまでカントのハイテクなスピードボートと砲弾の歴史ある本船とどっちの船が優れているかなんて議論をずっとしてきたけど、本当に見るべきだったのはその2つの船が指し示していた同じ一つの島だったということですか？これがこの話の最大のアハ体験ポイントですかね？まさに完璧な表現です。哲学は目的そのものではなく、そこへ向かうための韋駄なんです。どの哲学体系が絶対的に正しいかと固執するのは、韋駄の上で俺の韋駄が一番だと叫んでいるようなもの。このアプローチが目指すのは、その韋駄から降りて彼らが指し示していた共通の目的地、論文の言葉で言えば無為性を見出すことなんです。これはとんでもない視点の転換ですね。だって情報が爆発している現代、特に AI の時代は、僕たちは毎秒何百万という韋駄を提供されているようなものですから。その通りなんです。論文の結論もそこに向かいます。今日の AI、特に大規模言語モデルは、地球上のほぼすべての知識を統合して、一つのアルゴリズムで貫く軽量知識論というものを可能にしました。これはとてつもなく強力ですが、そこには決定的に欠けているものがある。個人の経験や主体性、論文の言葉でいう属画性ですね。AI がくれるのは、いわば人類全体の平均値に基づいた巨大な世界地図だけど、その地図の上には、あなたはここにいますっていうピンが立っていない。いい表現ですね。反抗哲学工程は、まさにそのピンを自分で立てるための方法論なんです。単なる知識のインプット、つまり学習から、あなた自身の主体的な気づき、核へとシフトするための思考法です。AI という超高機能な韋駄を使いこなしつつも、その情報に飲み込まれてしまうんじゃなくて、あなた自身の神聖知識論、つまり私にとっての真理を確立する手助けとなる、そういう可能性を秘めているのです。いやー、今日は反抗哲学法廷という新しいレンズを手に、時代も文化も全く違う2人の哲学者の間に壮大な橋がかかるのを見てきました。すべての哲学や知識は究極の真理を指し示す道具であり、いかつに過ぎない。この考え方って哲学書だけじゃなく、僕たちが日々触れるニュースや、それこそ AI が生成するテキストにも応用できそうですね。応用範囲は無限大だと思います。最後に、リスナーのあなたにこんな問いを投げかけてみたいんです。もし AI そのものを一つの巨大で複雑な哲学テキストだとみなすとしたら、そしてそれに反抗哲学法廷を適用してみるとしたら、
その膨大な AI の出力が指し示している無意法、つまり対岸の真理とは一体何だと思われますか？ご清聴ありがとうございました。あなたにとって何か助けや気づきがあれば幸いです。また次回お会いしましょう。